はいどうも、バンバです。先日、アトランタホークスのビンス・カーターが NBA 歴代最長22年間のキャリアにピリオドを打ち、正式に引退することを発表しました。ビンス・カーターといえばバスケを知らない方でも Netflix にドキュメンタリーがあったりもするので、バスケを知ってる方はもちろん、NBA 歴代最高のダンカーとして、とりわけカナダというアイスホッケーの国でのバスケットボールの立ち位置を根底から覆してくれた、本当にね、レジェンドのプレイヤーなんですけど、今世界中で起こってる様々な情勢があって、そんな偉大なプレイヤーの引退が少し影に隠れてしまった印象がありました。ファンの僕たちにとっても突然のことだったので、今回の動画ではビンスの偉大なキャリアを振り返りながら感謝を伝えようと思います。この動画の長さは15分25秒で、この動画ではビンスが生涯つけた背番号15番にちなんで、15000ライクスを視聴者の皆さんと一緒に目指したいと思います。メインは15だと思うので、この動画を15という数字で埋め尽くしたいと思います。では。1977年、ビンス・カーターはフロリダ州のデイトーナビーチに生まれました。2歳の時に初めてバスケットボールに触れたビンスが幼い頃憧れていた選手は70年代の NBA のスーパースター、ドクター・ジェイことジュリアス・アービングでした。アートと呼ぶのにふさわしいほどの芸術的なダンクで知られるドクター・ジェイのプレーに魅了されていたビンスは、彼のようなプレイヤーになりたい一心でまだ背が足りずリングに届かない頃からコートで彼のプレーを真似していました。ビンスの実の父親は彼が幼い頃に家を出て行き、共に教師であったビンスの母親と義理の父親は、息子には一つの物事だけしかできない人にはなってほしくないという信念からビンスに教育の重要性を説き、昔バンドのリーダーであったビンスの義理の父親はビンスにサクソフォンやトランペット、ドラムを紹介し、中でも高校の最終学年の主専攻にするほどビンスが気に入ったのはドラムでした。バレーボールでもアメリカ代表候補に選ばれたりと、バスケとは一見全く関係のないように思える両親の教えは、ビンスのコート上でのプレーにクリエイティビティをもたらし、後に彼のダンクが芸術性を帯びていくきっかけとなりました。ビンスはバスケの名門であるノースカロライナ大学で3シーズンを過ごすと、1998年の NBA ドラフトにエントリーしますが、その少し前、1995年に映画ジュラシックパークがヒット。そしてその名前にちなんで1995年に誕生したラプターズは、当時は映画関係者にそんな弱いチームの名前にするのはやめてくれと厄介がられるような存在でした。アイスホッケーの国であるカナダに当時バスケの文化は根付いておらず、極寒の地の弱いチームでプレーしたがる選手も当然存在しませんでした。1997年のドラフトでラプターズから9位指名を受けた後の得点王となるトレイシー・マグレディは、負けに負けたシーズンを終えると、翌年のドラフトでビンスをドラフトすることをチームに熱望し、1998年のドラフトでウォリアーズとのトレードでビンス・カーターはチームに加わります。ビンス、マグレディと2人の才能ある若手を獲得したラプターズでしたが、実はいとこであった2人はコート外でも親友になり、ビンスは集客と得点力不足に悩んでいたラプターズを自らのプレーで根底から覆していきました。ビンスにとって1年目の98、99年のシーズン、いきなりルーキーオブザイヤーを獲得。恐ろしいダンクで知られていたビンスは翌年の1999年、2000年のシーズン、2年目のこの年に早くもオールスターに選出されると、2000年のダンクコンテストでビンスは伝説となりました。美しくまた力強く、そして誰も見たことがないダンクを次々と成功させ、ダンクチャンピオンに。観客席のシャックや KG、いつも同じチームで彼を見ているマグレディまで、まるで彼らが子供だった時のようにはしゃいでいた反応が全てを物語っていました。史上最高のダンクコンテストでのパフォーマンスにより、別次元のプレイヤーの領域に足を踏み入れたカーターは、ラプターズを球団創設以降初めてのプレーオフに導きます。一勝もできなかったものの、ラプターズの2人のエースはまだまだ若く、これからが楽しみなチームとしてシーズンを終えますが、そんな中、ビンスの相棒のマグレディは、ビンスに注目が集まりすぎて完全に彼の影に隠れていました。そのシーズンのオフにマグレディは、自身の故郷でもあるフロリダ州のオーランドマジックに移籍をしてしまいます。一緒にいれば優勝を成し遂げられていたレベルのデュオ。NBA の歴史が変わっていたかもしれません。後年マグレディもあの時トロントに残っていればと後悔しますが、それでも彼らはそれぞれの伝説を作り上げました。2000年、ビンスはナイキと契約を交わします。
もともとプーマと契約を結んでいたビンスでしたが、足に合わないとの理由で他のブランドのバッシュを着用したことで訴えられ、莫大な賠償金をプーマから請求されますが、それを全額肩代わりしてまで契約にこぎつけたのがナイキであり、人気絶頂であったビンスとともに2000年のシーズン開幕前の夏のオリンピックでビンスが生涯愛したバッシュ、ナイキショックス BB4 をデビューさせると、ビンスは新たな伝説を作りました。2メートル18センチのフレデリック・ワイス越しのダンクを決め、世界中に衝撃を与えます。飛び越えられたフレデリック・ワイスはこの時すでにニューヨークニックスにドラフトされていましたが、このことであまりのショックを受け NBA 入りを辞退してしまうほどのインパクトでした。このシーズン、ラプターズは当時の球団最多勝率であった47勝を挙げ、セミファイナルではそのシーズンの MVP であったアレン・アイバーソンと一騎打ちを繰り広げます。ビンスもアイバーソンもシリーズを通して30点以上を平均し、両者一歩も譲らない戦いは最終第7戦にまでもつれ込みました。しかし、その運命を分ける第7戦の当日にビンスの大学の卒業式が重なってしまい、第7戦の重要性を理解しながらもビンスは当日卒業式に出た後に試合に出場します。運命の第7戦、試合時間残り2秒でシクサーズが1点リードという展開に。ラプターズが決めれば逆転勝利という状況の中、ビンスはフリーになり最後のシュートに全てをかけます。一度ポンプフェイクをしてからのシュートは外れ、当時のラプターズにとって球団史上初のカンファレンスファイナル進出への夢は消え去ってしまいました。ビンスはチームの勝利よりも個人の都合を優先したと捉えられ、メディアからの批判を受けますが、一生に一度の晴れ姿を母親に見せたい一心であったビンスに後悔はなく、ただ最後のシュートを外した責任を一身に背負い、以降あの外したシュートを毎日練習するようになりました。これ以降ビンスは度重なる怪我に苦しめられ、自分に相談のないまま行われたヘッドコーチの交代やチームの改革で優勝からどんどんと遠ざかっていくラプターズでプレーし続けることへのモチベーションを失っていき、そのフロントへの不満はプレーに現れ出し、明らかに精彩を欠いたプレーを続けていました。ラプターズのフロントはついにビンスをニュージャージーネッツへとトレードすることを決意します。このトレードは史上最悪のトレードの一つと呼ばれるほど、ラプターズにとって全く見返りはなく、以降ビンスはトロントのエアカナダセンターにやってくるたびに大ブーイングを受けるようになってしまいました。ネッツに加入したビンスは当時リーグで最高峰のポイントガードであったジェイソン・キッドとリチャード・ジェファーソンと共にチームメイトになりました。自身も素晴らしいダンカーで知られるこのジェファーソンですが、後に彼はステファン・カリーがスリーポイントに革命を起こしたように、ビンス・カーターはダンクに革命を起こしたとビンスに最大限の称賛を送りました。ジェファーソンの怪我のため、初年度はこの3人が揃ってコートに立つことはありませんでしたが、もともと謙虚な性格のビンスは、キッドという絶対的な看板がいるチームの2番手になったことで重圧から解放され、再びその輝きを取り戻していきます。その年のプレーオフではマイアミヒートに敗れますが、翌シーズン、プレーオフで敗れたマイアミヒートの大黒柱であり、歴代でも最高レベルのショットブロッカーの一人であるアロンゾ・モーニングの上から強烈なダンクを披露。主力が揃ったこのシーズンでしたが、再び2006年のプレーオフではマイアミヒート相手にセミファイナルで敗退。ビンス自身は素晴らしいプレーを、そして素晴らしい成績を残し続けたものの、翌シーズンの2007年のプレーオフでも1回戦突破にとどまり、2008年にはプレーオフ進出を逃すと、ネッツはチームの顔であったジェイソン・キッドを放出。2009年には2年連続でプレーオフを逃してしまいます。ネッツは翌年2010年のオフにレブロン・ジェームズの獲得を狙い始め、ビンス中心のチームからレブロンを勧誘するためのロスター編成に動き出したことに失望したカーターは2009年のオフ、ネッツを去り故郷フロリダ州のオーランドマジックに加入しました。この時ビンスは32歳。多くのスーパースターはプライドから全盛期を過ぎ、身体的に衰えていってもなかなかそのプレースタイルを変えることができず、それがゆえに早くからリーグを去っていってしまうプレイヤーも少なくありません。ですがビンス・カーターは違いました。彼はロールプレイヤーとしての役割を受け入れ、得意であったスリーポイントを武器にスーパースターから優秀な脇役へと自身を作り変えていき、
息の長いキャリアを送っていきます。新天地のマジックでは要所でエースのような活躍を見せ、若いスターたちを支えながらプレーオフ1回戦ではボブキャッツをスイープすると、続くセミファイナルではアトランタホークスと対戦。ビンスは勝負強さを発揮できず、これまでセミファイナルの壁を越えることができませんでした。ですがこのシリーズでビンスはチームで2番目となる 18.3 得点を平均。加えてフィールドゴールは 51%、そしてスリーポイントに関しては平均 46% で沈め、絶好調だったビンスは同じく絶好調であったチームの顔、ドワイト・ハワードと共にホークスをスイープし、プレーオフ無敗という最高の状況でビンスにとって初のカンファレンスファイナルへと進みます。相手はボストンセルティックス。ゲーム1ではビンスはチームで最多得点を挙げますが、初めの3勝を取られたマジックはセルティックスにいきなり王手をかけられ、チームは巻き返したものの2勝4敗で敗退。2010年のプレーオフカンファレンスファイナル、これはビンスのキャリアで上り詰めた最高地点となってしまい、ビンスはあと一歩のところで NBA ファイナルでプレーする夢を叶えることができませんでした。翌シーズンにビンスはフェニックスサンズへとトレードされました。再建を進めるサンズのベテランプレイヤーとしてチームと共に苦悩したビンスはシーズン終了後にサンズにウェイブされると、2011-12年のシーズンからダラスマーベリックスと3年契約を結びます。ジェイソン・キッドと再びチームメイトとなったビンスでしたが、もしもあと1年だけ来るのが早ければマブスでキッドと共に優勝を成し遂げられていた可能性を考えると運命の儚さを感じます。いつもビンスがやってくるチームはそのほんの少しだけ前に最高の状態にあり、マブスでも優勝してすぐに未来の大物フリーエージェントを狙って優勝メンバーを解体し、結局は狙っていた選手を取れずじまいで方向性を失ってしまったチームのシックスマンとして、ビンスはチームの辛い時期をベンチから支え続けてくれました。2013-14年のシーズン、マブスはプレーオフに8位シードで進出。相手は1位シードのサンアントニオスパーズ。マブスは初戦を落としますが、第2戦でスパーズに圧勝し、第3戦を前に1勝1敗に持ち込みます。第3戦も格上のスパーズを相手に大接戦に持ち込んだマブスでしたが、残り時間 1.7 秒、スパーズが2点リードする場面、最後のシュートを託されたビンスはポンプフェイクを仕掛け、2001年のプレーオフと全く同じ形で逆転のスリーを狙います。That's the same exact shot that you took in that playoff series against the Sixers. And you told me you practice that shot every day. Were you thinking about that? May 20th. Game 7. Yeah, I remember. この年、後に圧倒的な強さで優勝するチームバスケの完成形のようだったスパーズを第7戦にまで持ち込み、一番苦しめた8位シードのマブスでしたが、間違いなく希望をつないでくれたのはビンスでした。ダラスで3シーズンを過ごしたビンスはメンフィス・グリズリーズと契約。ラプターズの球団20周年の年にグリズリーズの一員としてホームに帰ってきたビンス。移籍して以降、これまでトロントに温かく迎えられたことはなかったビンスでしたが、彼との決別から10年の時が経ち、移籍以降初めてトロントの街にバスケの文化を根付かせたという彼の多大な貢献に気づいたラプターズファンはビンスに惜しみない拍手を送りました。グリズリーズで3シーズンを過ごしたビンスはサクラメントキングスに移籍。41歳となっていたビンスのキャリアに残された時間は少なくなっていました。キャリアの晩年、ベンチに座りっぱなしになるとあらかじめ分かっていても、優勝を成し遂げるため優勝候補のチームに加入するプレイヤーは少なくありません。実際ビンスをメンターとして欲しがっていたチームは多く存在し、彼のキャリアの原点であるトロントラプターズへの復帰、そしてそこでの引退を望む声も多くありました。ですがビンスはチャンピオンシップだけのためにベンチオーマーに甘んじるというのは自分のやり方ではないと、自身をプレーさせてくれるチームを選び、ビンスはアトランタホークスに加入しました。彼が40歳を超えても徹底的な食生活やトレーニングを続けてプレーにこだわり、家族や友人と過ごす時間を犠牲にしてまでこれほど長い間バスケットボールをプレーしてきたことは、本当に誰よりもバスケを愛していたからでした。2018-19年のシーズンにはキャリアの原点であるラプターズとの一戦でビンスらしくダンクで史上21人目となる通算25000得点を達成。今シーズン2019-20年のシーズンでの引退を表明していたビンスはアトランタホークスと再び契約。NBA 史上初の90年代、2000年代、
2010年代、そして2020年代と4つのディケイドをプレーした史上初の選手となり、前人未到のキャリア22年目に突入。ホークスの顔であるヤングは、なんとビンスがドラフトされた1998年生まれ、その他にも若手が集うホークスのベテランプレイヤーとして活躍しましたが、現地時間3月11日のニックス戦で突然シーズンが中断されることが発表され、ベンチにいたビンスにも突然これが自身のキャリアで最後の試合になる可能性があると伝えられ、試合時間残り20秒で試合に戻ります。あまりにも突然の出来事に心の準備ができておらず、ファンとしてはこれがビンスの最後の試合にだけはなってほしくないという気持ちでいっぱいでしたが、誰よりもバスケを愛した男は自身の22年のキャリアで最後となるシュートを沈めます。They're going to give it to Vince. He's going to take a three and hit it. そして先日、アトランタホークスがシーズン再開後のチームから除外されることが正式に発表されると、43歳のビンスは22年のキャリアに終止符を打ちました。22年間本当にお疲れ様でした。僕がビンスを毎試合見てたのはマブスにいた時でしたが、あの1本のブザービーターだけでなく、チームが苦しい時期でもビンスはコートに出れば周りのプレイヤーも見てるこっちでさえも元気がもらえるような、叫びたくなるような、そんなプレーを続けてくれた本当に大好きなプレイヤーでした。この動画のコメント欄も皆さんのビンスへの愛で埋まることを願ってます。それでは、先週の気になったコメントは、マジック・ジョンソン、あれリメンバーズタイム出てたんだって、このコメントで初めて知りました。ありがとうございます。それじゃあ今週もインタレスティングでファニーなコメントを待ってます。バイバイキング。